ネクスジの CUTE 担当ゆうきですが、見た目の可愛さとは違って実は中身はおじさん。そんなゆうきのウケない親父ギャグを集めてみました。メンバーの塩対応も必見です。可愛さと親父ギャグを売りに自由気ままなマンネのポジションでいるゆうき。ニジプロ2のオーディション当初はこんな大暴れマンネになるとは誰が想像できたでしょうか。オーディション参加当時はなんと14歳。声変わりもまだで高音ボイスが天使のようでした。はい、かっこいい。完全に母性本能をくすぐるタイプ。10代女子からおばさまたちまで魅了する可愛さ。ネクスジの勇気。見るたびついこないだまでやってたニジプロ2ではこんなに子供だったのにとなる。メンバーからも可愛がられるネクスジの CUTE マンで勇気。可愛いビジュアルと唯一無二のきらめく歌声が魅力。その一方で親父ギャグが大好きないたずらっ子。今回はそんな勇気の自信満々親父ギャグを集めてみました。洗えるかどうかは微妙ですが、生温かく見守ってください。デビューしてからというものの大暴走中な勇気の親父ギャグ。でも全部が韓国語なので、勇気ペンでも韓国語を知らないと解読するのが不可能なんです。笑いたいけど笑えない。そんな韓国語親父ギャグ。デビュー前に放送していたニジプロ2の振り返り番組「ミラクル Z」ではソゴンがギャグの解説をしてくれて、韓国で梨のことをペと言うんですが、僕たちがいつも梨のジュースを買うんですが、ともやが梨のジュース取ってと言ったら同じ発音でお腹という意味もあるので、勇気が自分のお腹に手を当てて「はい」ってやっていたとのこと。メンバーには受けていなかったようですね。ちなみにその梨ジュースがこちら。ギャグは不発だったようですが、このペジュース味はめっちゃ美味しいのでおすすめですよ。デビューしてリラックスしてきたのか、受けようが受けなかろうが親父ギャグが大炸裂な勇気。レパートリーがたくさんある親父ギャグですが、中でも一番披露しているお気に入りなのがこちらのギャグ。ともやはどんなスターになりたいですか？世界で一番有名なワールドスターになりたいかな。ワールドスター。でも俺はモンスター。反応に困るギャグですよね。このギャグは数ある勇気の親父ギャグ集の中でも最高にお気に入りのようで、ファンミーティングでも披露。日本語でも分かりやすいからネクスティは助かりますね。受けなくてもいい。勇気が楽しければそれでいいんだよ。ギャグは微妙ですが、このモンスターポーズは最高に可愛いですよね。続いてはスターライトのビハインド動画で紹介しているギャグ。MV ではこんなに儚げな美少年なのに、その可愛いビジュアルから発せられるのが親父ギャグとか、勇気にギャップ萌え。勇気の美少年っぷりがすごいスターライトの MV ですが、そのイメージを台無しにする。いやいや、勇気の魅力をさらに引き立てる親父ギャグがこちら。今日、僕はそこで4を見たんです。それでなんて言ったかわかりますか？寒いよん。ヒュルルル。北風が吹きそう。一番寒いのは勇気、あなたですよ。勇気の親父ギャグのおかげで韓国語の勉強にもなりますよね。移動中などでは常に似たような韓国語を探しているそう。勉強熱心な勇気。そこでもう一つ、リアルネクスジからギャグを披露。昨日の夜は何かつけて寝ましたか？アイマスク。アイマスクは使っちゃダメだよ。こちらも勇気のお気に入りのギャグ。アイマスクの意味のスミョンアンデと使っちゃダメの意味のスミョンアンデジという似た発音の言葉があるみたい。勉強になります。何や天然みたいなことつぶやいてよい。勇気のスミョンアンデが気になりすぎて音の聞き比べしてる。ちなみに勇気愛用のアイマスクはこちら。タイでのライドサバイブの MV 撮影にも連れて行っていたアイマスク。クマちゃんで可愛いアイマスクですが、勇気スミョンアンデジ。いつも韓国語親父ギャグなので、その難易度において毛彫り状態のネクスティでしたが、日本デビュー発表記者会見で記念すべき日本初親父ギャグを披露してくれました。タコ紹介をしてくれたり、リクエストに応えてくれたり、たくさんのスクショタイムがあって最高。ゆうきくんの親父ギャグも見れて大満足。改めて日本デビューおめでとう。お母さんお母さん、ちょっと今日運動場行ってきていい？道場。ドヤ。このドヤ顔と言ったら日本語になると意味もわかるのでこちらも反応しやすいですが、いろんな意味でかましまくってるゆうきの親父ギャグ。寒くてなんぼの親父ギャグだよね、ゆうき。
暑い夏にはゆうきの親父ギャグで涼しくなれそう。いくつか紹介した正直面白いとは言えないゆうきの親父ギャグですが、デビュー前にストレイキッズのチャンビン先輩がクラブでクスジでゆうきにギャグの見本を見せていました。デビューしないといけないから備えなきゃですね。デビューと韓国語で言う備える意味のデビューを絡めたチャンビンギャグに後半ゆうき大盛り上がり。これは確実にチャンビン先輩に憧れちゃってますね。完全にチャンビンギャグのパッションを受け継いでゆうきが親父ギャグ担当になってしまいましたね。後輩の前でおちゃらけるチャンビンにリノも盛り上がると調子に乗るからと注意する様子も、ストレイキッズのネクスジも周りのメンバーのフォローも含め最高。デビューとデビューをかけたチャンビンさんの親父ギャグにゆうきくんがバイブス上がってるのが可愛すぎたんだよ。チャンビン先輩を見習ってゆうきもワールドワイドなギャグ担当にならなきゃね。親父ギャグを自由奔放にぶちかましているゆうきにネクスジメンバーの反応はどうなんでしょうか。リアクションに困り、はっきりつまらないと塩対応をするメンバーが多い中、常にゆうきの親父ギャグに過剰反応するのがこの人、同じマンネラインのヒュイさん。ちなみにサムイヨンのギャグでこんな笑っちゃってます。ヒュイさん、どうした？どこが面白かったか教えて。こんなゆうきの微妙な親父ギャグにも満点の笑顔を捧げるヒュイが神ってる。初期でゆうきの親父ギャグに一番笑ってくれるのはヒュイ。その情報を仕入れましたが、本当だった。なんだこの大正解のスマイルで待機しているヒュイは。普段はゆうきのこといじったりスルーしたりしてるのに、ゆうきの親父ギャグが面白くないってくだりで、今回は顔色見てちゃんとフォローできる視野の広さ。本当自慢の推し。私ゲラだからゆうきのギャグも面白いよ。自分の親父ギャグがまさか面白くないと思われていたなんて。ショックを隠しきれないマンネがあまりにも肥後欲をかきたてる。ゆうきくんの親父ギャグ世界一面白くて、毎回お腹よじれて顎外れるくらい報復絶倒してるよ。手大声で言ってあげたい。ヒュイ以外のメンバーからの酷評にも負けず、本人は前向きにダジャレを発信していくようです。自己評価もかなり高めでポジティブなゆうき。ゆうきのギャグは言った後にヒュイの反応を確認し、寒い空気になるところまでがセットだから、これからもどんどん新ギャグを発信してほしいですね。2024年8月21日には日本デビューもして、福岡、大阪、東京でのショーケースも無事終わりを迎えるネクスジ。日本でもたくさんの音楽番組やバラエティ番組に出て、ゆうきの親父ギャグをもっと見たいですよね。ゆうきのギャグは主に韓国語で解読が難しいですが、まだまだたくさん番組の中で披露しています。ぜひ韓国語を勉強するきっかけに、ゆうきのギャグをチェックしてみてくださいね。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。